結論から言います。このキロカの 67W 充電器、スマホ用の充電器としてならありかなという感じがしますけれども、ノート PC 用としては大失敗です。皆さん、こんにちは。きつね丸です。今日は Amazon で3000円以下で買えるキロカという日本メーカーの最大 67W 出力格安充電器を徹底レビューします。実はこれ、カタログには載っていないある罠が潜んでいます。これを知らないと作業中に思わぬストレスを抱えることになりますよ。忖度なしで辛口検証していきます。それではレビュースタートです。それではパッケージの中身を簡単に紹介していきましょう。これがまず外箱になります。で、外箱の中に入っているのがこの3つ。キロカの充電器の本体が1つと、LINE 登録による3ヶ月延長保証のカードが1枚、あと説明書ですね。このようなシンプルな内容となっております。それでキロカの充電器本体ですが、全体的にツヤツヤテカテカした、コーティングがされている本体となっています。なので結構指紋がつくんですよね。この辺はちょっと気をつけたいところです。で、後ろの方はテカテカせずに、マットな作りのものになっています。そのためかここに書かれている文字は肉眼では結構見やすい表示になっていますね。それではこちらのキロカの充電器を使って早速レビューを始めていきたいと思います。はい、それでは iPhone への充電をどれぐらいの速度でできるのかというのを試してみたいと思います。方法としましては、キロカの充電器から、iPhone 17 Pro へ接続して5分ごとにバッテリー残量がどこまで回復するかというのを計測していきます。これを30分計測して、その30分でどれだけ回復するかというのを、今回測りたいと思います。というわけで、これをまず AC アダプターにくっつけて充電器に挿し iPhone へ接続します。実際今のところ88% ということで今充電としてはまだなんですけれども、実際のテストでは iPhone の充電を 5% まで減らした状態で実験済みですので、そちらをお見せします。少々お待ちください。それで計測したのがこちらのグラフになります。キロカの充電としては 5% から始まって最大30分で 69% まで回復しました。これ比較用に、ノバポートトリオ 267W CIO の充電器ですね。こちらの方を別途充電して試してみたのですけれども、こちらの方とバッテリー残量のスタートが違うので、はっきりとした断言はできませんが、ほぼ同じ程度の速度で充電はできているのかなというふうに思います。というわけで、スマホの充電としては実用上何の問題もないぐらいのレベルであることが分かりましたね。次はですね、ノート PC などで高負荷をかけ続けるという状況を想定しまして、電子負荷装置を使ってキロカの充電器に対して 67W の出力を要求し続けるというのを1時間耐久テストをする実験を行いたいと思います。方法としましては、キロカの充電器とテスター、あと負荷装置を接続して負荷装置に対して 67W の出力が必要な負荷をかけさせます。その時間を5分ごとどれぐらいの出力が出ているかというのと、ここの青いシールを貼った点、要はキロカの充電器の温度をこれで計測してメモを取るということを繰り返します。これを1時間繰り返してみて、どのような動きが出るかというのをテストしてみます。それでは実験をしてみますので、しばらくお待ちください。はい、それではこちらのグラフが計測したグラフになります。0分から、25分ぐらいまではだいたい想定の範囲内の、充電出力になっています。若干出力がちょっと他の充電器と比べて低いんですが、この辺はある程度の誤差とか効率の差とかもあるので、そこら辺はひとまず無視します。問題なのが30分経ったあたりからですね、だいたい75度を超えたあたりからのようなんですけれども、出力が 60W じゃなくて40
3W、44W、そのあたりに制限がかかりました。これは 75W ぐらいを境に 45W の充電器として動作するようにして、温度がオーバーヒートしないように制限がかかるというのが見えます。それで温度の方は 45W 出力になるということで、だんだん余裕が出てきて温度が下がっているんですけれども、問題なのは最大60分まで待って 64.6 度まで下がってはいるんですけれども、ここまでで下がっていても、最大は 45W の出力までに制限されているというところです。要するに一度下がってしまうと復活しない可能性が高いですね。そう考えると充電する分には問題ないんですけれども、例えば電源として使っていた場合とか、高負荷をかけ続けてバッテリーだけじゃなくて充電器からの電力も使っているような状態、ゲームとかあと動画のエンコードとかもそうですね。そういった状態を続けていると30分以上かかったぐらいのあたりでだいたい出力がダウンしてしまって本来の能力が発揮できなくなってしまうという罠がここに潜んでいるということになりますね。すべての実験を終えてみたのでまとめてみましょう。この充電器のメリットは圧倒的な安さとコンパクトさ、日本メーカーの安心感。デメリットは70度超えによる 45W への出力制限といったところですかね。つまり用途次第で評価が真っ二つに分かれるということです。残念ながらノート PC のメイン充電器として買うならおすすめはちょっとできませんが、スマホ、タブレット用と割り切るなら最強のコスパ機と言えるのではないでしょうか。スマホの急速充電であれば 65W も要求されることはまずありませんし、30分程度で要求電力が落ちるため75度の限界に達する前にピークが過ぎ、この出力制限の弱点に触れることはないからです。自分の用途に合わせてこれを買うかどうか選んでください。というわけでここまでキロカの 67W 充電器のレビューをしてきました。このチャンネルでは3万円で生活を変えるをテーマに、皆さんがガジェット購入で失敗しないよう私が人柱になりながらレビューをしています。私も妻に予算を握られている普通の人間です。お金持ちのレビューではなく、普通の人の目線のレビューを求めている方、共感してくれる方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。キツネ丸の徹底リサーチと玉の散財の失敗が皆さんの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。以上、キツネ丸でした。